富士山は高さと山体の大きさにおいて日本最大の活火山です。富士山は最近10万年で急速に大きくなったと考えられており、その意味では若い火山に分類されています。現在見えている山の外観は約1万年前から噴火活動を開始した新富士火山であり、その下に約70万年前から活動していた小御嶽火山と約10万年前から約1万年前に噴火した小富士火山があると言われています。約10万年前まで千小御嶽火山、小御嶽火山と富士山の周辺一帯は数百万年前から火山活動が活発であったことが知られています。その中で約70万年前、現在の富士山の位置に小御嶽火山が活動を始めました。その頃は南東にある足高山の活動も活発で、2つの大きな活火山が並んでいました。この火山の頭部が現在の富士山北斜面5合目、標高2300メートルの小御嶽付近に露頭しています。約10万年から約5000年前まで小富士火山、小御嶽火山がしばらく休止した後、約10万年前から新たな活動時期に入りました。この時期を小富士火山と呼ばれています。小富士火山は爆発的な噴火が特徴で、大量のスコリア、火山灰や溶岩を噴出し、標高3000メートルに達する大きな山体を形成していきました。小富士火山の山体は、宝永山周辺と富士山中腹として認められています。北東六側で、富士相模川泥流などの火山泥流が複数回発生しました。当時は、氷期で最も寒冷化した時期には、富士山における雪線は標高2500メートル付近にあり、それより高所には万年雪、または氷河があったと推定され、山頂周辺の噴火による火山噴出物が雪や氷を溶かし大量の泥流を生じる融雪型火山泥流を発生させたと推定されています。関東ローム層。東京周辺には関東ローム層と呼ばれる褐色の細かい砂質の土が広がっています。これは小富士火山から飛んできた火山灰が主体の土であるとされています。同時期には箱根山も大量の火山灰を大規模に噴出させていたが、箱根の火山灰は白っぽく、小富士火山の火山灰は褐色なので見分けがついていました。現在の新富士火山の噴火では、溶岩流、火砕流、スコリア、火山灰、山体崩壊、側火山の噴火などの諸現象が発生しており、噴火のデパートとも呼ばれています。大別すると、山頂噴火では爆発的な噴火となり、山腹割れ目噴火では溶岩流を噴出させなど、様々なパターンの噴火が起きています。また、岩崩雪崩、山体崩壊、火山泥流も生じています。新富士火山の火山灰は黒色が多いことが知られています。新富士火山の噴火は地層的にも新しく、また8世紀以後には日本の古文書に富士山の活動が記載されており、噴火について貴重なデータを提供していますが、噴出源及び年代が明らかになっていない溶岩流も多くあります。しかし成果もあり、2001年から2003年に行われたスコリア級のトレンチ調査によれば、9世紀の溶岩噴火では割れ目噴火が多く発生し、山頂を挟み南北両山腹で溶岩を吹き出し溶岩流を流下させていた過去もあります。諸説あるが、古記録によれば新富士火山の噴火は781年以後16回記録されています。噴火は平安時代に多く、800年から1083年までの間に10回程度、1511年等に噴火や冷え等の活動があったことが、複数の古文書の分析や地質調査から明らかとなっています。一方、文書によっては、1560年頃、1627年、1700年に噴火活動があったとされていますが、信頼性は低いとされています。また噴火の合間には、
平穏な期間が数百年続くこともあり、例えば1083年から1511年まで400年以上、噴火の記録はありませんが、記録文書が散逸し、残されていないだけで、噴火活動自体がなかったとは断言できないようです。実際に、1435年から1436年には、火炎が見えたとの記録が残っているものもあるようです。1000年以降の富士山で、噴火のあった歴史は次の通りです。1015年頃、北陸と南陸で同時噴火。1033年初頭、噴火。1083年、噴火。1435年、または1436年初頭、噴火。1511年、噴火。1704年、明道1707年。12月16日、宝永大噴火。火山爆発指数、米5、大量のスコリアと火山灰を噴出。この噴火は、日本最大級の地震である、宝永地震の49日後に始まり、江戸市中まで大量の火山灰を降下させる特徴的な噴火であった。1708年、明道。1854年、安政東海地震発生。直後、富士の山頂に異様な黒雲がかかり、8合目付近に多数の火が上がる様が眺められたという。1923年、新たな噴気。1987年、山頂のみで有感地震の発生。2012年、2月10日、富士山3合目、山頂の北西約 6km の山腹でわずかな噴気を確認したが、4月と5月の現地調査では湯気、温度の異常、硫黄臭は認められませんでした。地震と噴火の関係性について、宝永大噴火は、宝永地震の49日後に発生しています。その他に、南海トラフや相模トラフを震源とする地震や近隣地域地震の前後25年以内に、富士山に何らかの活動が発生している事例が多く、地震と富士山活動とは関連性があるとされ、公式に認められています。また、噴火活動ではないが、1331年の元寇地震や1792年、1891年、濃尾地震は、地震の振動で、山体崩壊や大規模な斜面の崩落が発生したと記録されています。近年、予測されている南海トラフ地震の予兆とともに、富士山が本格的に火山活動を始める可能性も大いにあります。何事も予測をし、あらかじめ避難場所の確認や食料の備蓄など、災害に対しての対策をとっておくことが最善でしょう。